だから危険なんですね。受領本はしっかり学ばないと、そうなると一気に仏教から離れていっちゃうというか、退転する可能性があるんですよ。それもある意味退転だ。そうね、個人的には他人から超越的な存在と思われるように頑張りたいなと思ってるところなんですけど、いや危険ですよそれは。山本君本当神だよねって言われるぐらいなんかこうすげえことしたいなとは思ってるけど、それでいい気分になっていったら堕落始まりますから、ああなりそう。もうダメ。いや今多分ですね、そこのね煩悩がつつかれてると思うけど、今回河本イメージをねもう一回ちょっと確認しておきたいんだけども、イメージを今我々はどの辺にいるのかっていうことをね、まあ宇宙でしょうねこれね、背景見たらね。この20本から16本に来たっていうのはどういうことなのかっていうのをイメージをねちょっと整理しちゃう。20本ってめちゃくちゃ湧いてくるって話でしたよ。そうですね、サムネにもあったけど、黄金の光というか、ガーって、物価のことだけど、うわー上がってきてもう暗闇すらも全部黄金にブワーって包まれても上がり続けてるんだけど、それで終わりじゃないけど、ずっと上がり続けた結果全部黄金の状態になってるっていうような、そっから16本が始まってるっていうようなイメージで、だから今湧き続けてる黄金に全て包まれてるっていうような釈尊がの境界がっていうような、そんなような状態で、その境界っていうものはどういうものなのかってことを説明していくというかいう感じになってくるわけだ、この16本って。なるほど。末キンキンになったっていう状態で、いざ生命の状態がね、それを昔の日本人が何とか形にしようとして、黄金の仏像みたいなのがあったりするけど、そういうことね。アメリカバージョンだとC3PO みたいな感じになるんだね。ちょっとちっちゃくないけどスケールがなんかタイとかでも黄金の仏が寝てたりとかする。ありますね。実際見に行ったことあるんですけど。あるんですか。タイ行った時ね。そうで大事なことはその黄金の状態っていうか、要するに永遠を表現しようとするんだけど、これをね超越的になりがちなんですよ、これを説明しようとすると。黄金という輝きで何を表現したかったかっていうのをちゃんと紐解かんといかないですね。プラス超越的な人物っていうか存在が、その黄金の状態になってるとかじゃなくてっていう話で、人間釈尊なんですね。ここが大事。人間釈尊でありながら永遠を表現しようとしてるっていうことが大事なので、超越的なところに行くのは逃げだよ、言っちゃえば。SF？ なんか考えずに済むやん。思考を停止すればいいというか、自分ごとに置き換えれないと超越的ってなっちゃうんでしょうね。もう考える力なくなっちゃうでしょ、なんかふやふやになっちゃうから。思考停止しちゃアウトですよね。あくまで自分ごとなんだ、自分のことなんだっていうことを踏まえた上で次進んでいかないと置いてかれる。かなり踏み込んでいくんだよこれから。心してかかってこいや。いきましょうか。発釈憲本、人間こそ孫悟空と宣言。人間釈尊に即して永遠の仏を開示。斉藤、香港でも法華経の知恵中国語版が出版されました。明宝社出版の仏教と人生シリーズの冒頭を飾り、シリーズ第1巻に選ばれたようです。深い人生哲学を求める世界の人々の鼓動を聞く思いがします。須田シリーズの総序としてこう書かれています。筆者は日刊誌明宝の主筆魏昇子氏です。人生の価値と意義は何か、人生の源は、人生の行き着くところは、果てしない宇宙の中で人間の存在とは。こうした尽きることのない問題は常に我々人類の頭を悩ませ、誰もがその答えを追い求めてきた。林のように多くの様々な宗教哲学の体系の中で、仏教の人生の洞察は一人そびえる大木のごとくであり、人々を深い思索に導いてきた。遠藤、ここでなぜ仏教が大木のごとく一人そびえているのか、その見解が実に鋭いですね。仏教は一神教の神のように救済者という概念に縛られない。自己を尊び、自己を信じ、自分の力で生じの苦悩から下脱できることを教えている。故に仏教には人の心を安らかにし、人生を変えゆく使命がある。これこそが今日、東洋から西洋へ、そして全世界へと仏教が広がっている根本原因なのである。池田、急所をついている。仏教の真髄は何かに頼るものではない。自分自身が自分自身の決意と自分自身の努力で自分自身を開いていくのです。頼らない。自分が立ち上がる。
同情もいらない。干渉もいらない。誰が励ましてくれなくてもいい。自分が決然と、そして朗らかに立ち上がって、自分を変え、周囲を変え、社会を変え、国土まで変えていくのです。これが一年三千です。関連論ではない。何かにすがる弱々しい生き方ではない。かといって我尊しとおごる利己主義でもない。自分の中の大いなる生命力を信ずることは、万人の中の大いなる生命力を信ずることと一体です。自分を大切にし、同じように人を大切にしていくのが仏法です。斉藤、そういう仏法の真髄を行じてきたからこそ SGI は全世界に広がったんですね。128カ国地域、2012年2月現在192カ国地域で法華経の精髄を人々が実践しているというのはまさに仏教史の奇跡だと思います。池田日蓮大聖人が、また牧口先生、虎先生がきっと満面の笑顔で喜んでくださっていることでしょ遠藤、香港では70カ国の友が集っての SGI 総会、そして100カ国による世界青年平和文化祭1997年2月、本当に絢爛たる時代を作っていただいたと思います。この仏法交流のエネルギーの根源は何か、今池田先生が牧口先生、戸田先生のことを言われたように光線ルフへと向かう指定の精神があったからだと確信しています。う。斉藤、私もそう思います。反対に言うと、仏教が衰退していった時、そこには瞬間な指定の精神がなくなっていたのではないかと思うのです。重要なことを言われてましたね、池田先生。一神教の神のように救済者という概念に縛られないと。なんで助けてくれないんだっていう、他力本願みたいな感じだよね。そうではないという。そうね、他力本願になっちゃいかんわな。祈るっていうのはすがることじゃないからね。日本人の思う祈るってすがる感じのイメージを持ってる人が多いと思うけども、藁をもつかむ思い出とか、そうそう何かにすがってでもって思ってるから、宗教を実践してる人を弱者とかかわいそうな人たちとかと思ってる人たちがいるっていうね、ことですけど、現にそういう解釈でやってる人もいるんじゃないかな、何かにすがりたいっていうかね。でも最初はそうかもしれないね。かもしれない。創価学会員も最初はそういう気持ちで始めるのかもしれない。なんかこう突破口があるかもみたいな感じでね、悩みにふけってる状態からすりゃそらそうもなるかっていう気はしますよね。ただ大事なことは、なんで助けてくれないんだよじゃないんですよね。我々の祈りっていうのは、自分たちで祈ることで自分自身で開いていくっていうふうに書かれてますよね、ここは。仏法が厳しいっていうのはそういうとこなんでしょうね。てめえのことだろうと、てめえがやれよ、そう何を人様のせいにしてるんだと。だから意外と厳しいよね。厳しい。同情もいらないと、干渉もいらない、誰が励ましてくれなくてもいいんだと、励ましを期待しちゃってる人いませんかって所詮人間は承認欲求の塊なんで、自分が立ち上がって、そして朗らかに立ち上がってね、自分を変えて周囲を変えて社会を変えて国土を変えてという精神が基本的な考え方でございますね、そこは。そうであれ。今までやったことないようなことをやってます、我々特に。この難しい仏法を教えるみたいなことをやってますね。そうね。それは批判も来ますよ、内部の人から特に結構来たりするだけども分かる人に分かってもらえばいいというかね、ことなんで。僕もそう思いますよ。仏法のことに限らず分かる人にちゃんと分かってもらえれば、よっぽど法を犯すようなそういうことじゃない限り、思いがあるんであれば全然やればいいと思う。で、なんで続けてこられてるかって言ったら、自分自身を開けてる感じがするっていう、毎日成長させてもらってるっていう感じがするんで続けてるんですけどね。自分のためでもあるところもありますっていうことですよね。まずそこでしょ。自分自身で自分自身を開いてるっていう感覚があるんで、こういうことをやることによってすがってはないです。これをやることで俺は自分を成長できると思ってやってる。そうね。僕はガーネル先生すがってますじゃあ最初は俺だって池原先生の指導にすがってたみたいなところもあるかもしれないし、変わっていくってことですよ、新人のスタンスは。そうっすね。
けどこれがなくなると衰退していく。インドは廃れてしまったっていう話ですね。次はなぜ仏教はインドで滅びたか。池田、大切なテーマです。実は法華経と儒領本の肝心要も指定不任にある。それについては少しずつ論じることにして、思い出すのはインドのネルー初代首相の仏教論です。なぜ仏教がインドで滅びてしまったのか。これをアンドレ・マルロー氏、フランスの文学者との対話で語ったという。マルロー氏とは、私も対談集人間革命と人間の条件、池田大作全集4収録を出しましたが、常に問い続けるあの眼光が忘れられない。全身から巨大な問いを発散しているような迫力でした。求道者だった。また仏教に強い関心を持っておられた。ヨーロッパに将来仏教を基盤とする新しい文明が生まれる可能性も否定できないと言っておられた。氏とネルー首相との対話についてはドイツでスピーチしたこともある。1994年5月24日第3回ドイツ最高会議で池田大作全集84収録。ネルー首相によれば、そもそもブッダの天才はあくまでもブッダが人間であるという事実に基づいていた。人類の生んだ最も深遠なる思想の一つ、豪気な精神、この上なく崇高な側品イコール慈愛の情、さらには神々に対して真っ向からこれと向き合った告訴者の態度と。須田、神々に対する態度という点で言えば、その時のスピーチにもありますが、日蓮大聖人が八幡大菩薩を強い調子で叱ったり、歓迎された姿にも端的に示されていると思います。池田、そういう素晴らしい仏の人格が人々の心を捉えた。しかし釈尊の死後、ブッダの神格化が行われた途端、ブッダその人はこの神々と同列に加えられ、姿を没してしまった。これがネルー首相の洞察であった。斉藤、確かにインドでは今、仏教は極めて少数の人しか信仰していません。釈尊も尊敬はされていますが、あくまでヒンドゥー教の神々の一人と位置づけての尊敬のようです。問題は釈尊を神格化した途端、釈尊が示した人間としての道が消えてしまったということです。池田、そう、仏教は本来人生をどう生きるかを教えている。人生の正しい道を歩まんとする人がいて、死を求め、死がその心に応じて師弟の関係が生まれる。ところが仏が人間ではなく神様になってしまったら、師弟の道は成り立たない。須田、自分も師匠と同じ道を行けば師匠と同じ境界になれるというのが師弟の道の前提です。師匠が神様になってしまったら、自分たちも同じ道を行こうというエネルギーはなくなりますね。斉藤、正常仏教においても次第に釈尊を神格化し、自分たちは正門としての悟り、アラカン化を得られればいいとしました。大乗仏教、法華経以外の権大乗教においては、釈尊以外の阿弥陀仏とか大日如来とかビルシャナ仏とかの諸仏が説かれます。しかしこれらは現実の人間とはかけ離れた存在であり、その救済に預かろうとする面が強く、師匠と仰ぐ存在ではありません。どちらにも師弟の道がなくなっています。池田、人間釈尊を忘れたとき、仏教は人間の生き方から離れてしまった。師弟の道がなくなった。その結果は仏教の堕落であり、権威化です。遠藤、確かに日見宗を見ても人間の生き方としての仏法など皆無です。自分たちの堕落をごまかす権威として仏法を利用しているだけです。まさに放滅です。斉藤、本来日蓮大聖人が、そして釈尊が三小島と戦いながら民衆の中へと分け入って商法を公選符された。その同じ道に続かなければ仏法の生命は絶たれてしまう。人間釈尊でなくなったから仏教が滅びたというネルー首相の敬願はさすがだと思います。これを我々の視点で捉えることが大事でございまして、まあそうですね。池田先生は師匠だけど、神にしちゃダメだよっていうことだね。あー危ない。危ない。これは絶対に勘違いしてはいけないところ。人間の生き方ですからね。人間ですからね。師匠を尊敬することは大事ですが、
師匠みたいにはなれないって思っちゃダメ。いそうもうあの人師匠はね神のような存在だったとか言ったらもうブッブーですわね。今のところ読んだら分かると思うけど、それは間違い。アウト。そうなると衰退していきますよ、創価学会も。そうならないために学ぶ必要があるって言ってるわけですよ。そうですね。阿弥陀仏っていうのは分かりますよね。はい。念仏の大日如来、大日如来。これは真言宗とかのね、崇拝の対象みたいな感じなんですけど、これは超越的になりすぎてすがる性質になりがちというかね、師匠っていう感じじゃないという、もうそういう次元の存在じゃないようなそんなイメージはありますよね。人間離れしてるというか。そう持論本を経ると急に超越化しがちなんですよ。だから危険なんですね。持論本はしっかり学ばないと、安易に読み込もうとすると一気に超越的な存在になっちゃって、そうなると一気に仏教から離れていっちゃうというか、退転する可能性があるんですよ。それもある意味退転だ。そうだね。仏教信仰してるようで仏教じゃなくなっちゃってるんだ。神格化しちゃってる。だから危険だって言ってるわけですよ。持論本を安易に読もうとすると。ここテストに出そうだな。テストにした方がいいっすよ。任用試験。任用試験は難しいかもしれんけど、学び方にもポイントがあると。そうマイルストーンがちゃんとあって。そこも踏まえた上で、しっかり続き学んでいきたい。けど一旦ちょっとこの辺にしましょうか。そうですね。ここでも結構重要な話でしたね。そうですね。とにかく今こうやって神格化しちゃいけませんよっていうような話がすごい続いたと思うけど、神格化しがちな内容だからですよ。今釘刺してるんですよ。そうですね。学びを進めるにあたっての大前提をここで解いてるような、なんかそんな感覚は得られましたよ。だから前提の話なんですけど、それでも結構ためになるような話があったと思いますけど、どうでございましたか。どうでございましたか。感想いただけますか。そうですね。本当今言ったみたいに神格化っていうところと対比がすごいところだったなっていうのはすごい分かったんで、本当今言われたようにちょっと超越的にならないよう読み進めたいなと思いますが、個人的には他人から超越的な存在と思われるように頑張りたいなと思ってるところなんですけど。いや危険ですよそれは。私は神だみたいなこと言い出したらもうアウトよ。自分では多分言わないけどね。もうあの人山本君本当神だよねって言われるぐらいなんかこうすげえことしたいなとは思ってるけど、自分では言わないよ。それでいい気分になってったら堕落始まりますから、なりそう。もうダメ。今多分ですね、そこのね煩悩はつつかれてると思うけど、そういった話もね今後あるんですよ。でも素直な気持ちだと思う。なんか尊敬されたいみたいな気持ちは、そこの話も今後あると思いますからね。いいですね。受領本においては僕は今レベル1ですわ。走り出したばっかで、それはもうそんなもんですって。みんなもう赤ちゃんみたいな状態で入っていくんですよ。最初はみんな赤ちゃん、こっから大人になってくるんだ。年齢じゃねえと。年齢だね。こんなところでございますか。そうですね。私のレベルアップに乞うご期待くださいということで、そこも楽しみにしてください。はい。お疲れ。おつもと。